皆さん、こんばんは。人間パワースポット、アキラのスピリチュアルトークの時間になりました。よろしくお願いします。さあ、今日はですね、中秋の名月の満月パワーでくじけない自分を作る方法ということでお届けしていきたいと思います。中秋の名月はね、9月29日、明日なんですけども、もう今日僕さっき犬の散歩をしてきた時にですね、もうかなり大きくエネルギーも強くなってました。今日はですね、一日早いですが、この満月のパワーをもう先取りしちゃって、50分からヒーリング開運エネルギーを送りますが、その時にですね、満月パワーも一緒にですね、皆さんに送っちゃうという感じでやっていきたいと思います。この、中秋の名月っていうのはですね、この8月、旧暦の8月15日なんだそうですね。で、だから毎年日にちが変わっていったりするそうなんですが、今年はですね、9月の29日ということで、たまたま、ちょうど満月と重なる日なんだそうです。これがね、なんかいつも重なるわけじゃないんですって。だから別に満月でなくてもいいかなということで、今日は中秋の名月の満月パワーいただけますっていう感じでやっていきたいなと思ったわけなんですが、この中秋の名月ってどういうものなのっていうとですね、一番満月というか、お月様が綺麗な日と言われる日なんだそうです。はい。この季節的なもの、秋というね、もので見えやすかったりですね。また、この月の、今日もね、僕、あったんですよ。なんか満月、自分の部屋からベランダを外を見ていましたら、もう目の前にボワーンとでっかいお月さんが見えてですね、やっぱりそれぐらい、このちょうどいい目線のところに満月が来るという意味でもですね、一番綺麗な満月だと言われているそうです。はい。ぜひですね、今日または明日、見ていただいて楽しんでいただきたいなと思うね。暑いから夜、満月とか見るのちょっと嬉しくなりますよね。はい。なんか涼めるというか、秋だなっていうような感じでいただきたいなと思います。はい。今日そんな感じでございますが、くじけない自分を作る。くじける。皆さんどうですか？本当にね、自分でこれやりたいとか、よし、やるぞとかって思ってもくじける人間ってそんなもんです。私だってくじけることはいっぱいあるんですけど、僕はね、どちらかっていうと、くじけない、これをするといいよ、これはやりたいと思ったことって、僕すごくアクションなんですよ、本当に。でもなんか、くじけるってことないかな。なんか、もうちょっといいかなとか、飽きたなっていうのでやめることはあるけど、くじけて、もうダメだ、これ以上やったってもっていう風にやめることって少ないんですよね。はい。でもね、そういう風に、私ダメなんですっていう人、なんでくじけてしまうのか、そういうところも今日はいろいろ見ていきたいと思います。その前に皆さん、こんばんは。そして今日10時から、すいません。いつも9時からにしてたんですが、10時からちょっとやってみてどうかなと。皆さん、10時、遅い方が来やすいのかなっていうので、ちょっと今日は10時から。自分もね、9時からだと思って、ずっとね、Facebook とかでも、9時からですとか言ってあげてたんだけど、10時からだったと思って慌てて交換したりしましたが、皆さん、会えてよかったです。はい。この中でね、私9時に行ってたわっていう人もいらっしゃるかもしれませんが、くみさん、あきらさん、皆さんこんばんは。いつもありがとうございます。よろしくお願いいたします。もう今日ね、始まる前からメッセージいただき、ありがとうございます。よろしくミラクル。はるかさん、こんばんはでーす。ありがとうございます。はるかさんも始まる前にメッセージいただきまして、ありがとうございます。ね、嬉しいですね。もうこうやってね、自分もね、スタンバって待ってるわけ、始まる前に。で、こうやってやってると、そのメッセージが見えてくるんですよ。もう来てくれた、ありがとう、嬉しい、みたいな感じになってますので、皆さん、はい。もし早く来たら、ぜひメッセージ書いていただければいいかなと思います。シンフーさん、こんばんは。よろしく、ミラクル。今日も満月パワーいただいて、一日ちょっと早いですが、楽しくやっていきたいと思います。ドラムさんもこんばんは。よろしく、ミラクル。起きてる。かなくさん、村長こんばんは。本日もよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。10時のちょっと遅いのになりました。TikTok はね、いつも10時半からやってるから、それに比べるとちょっと早いんですけどね。みつこさん、あきらさん、皆様こんばんは。とかで、こんばんは。今日もよろしくお願いします。杉山さん、こんばんは。よろしくお願いします。はい、じゃん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 。中田とゆかりさん、あきらさん、こんばんは。楽しみにしてました。ゆかりです。ゆかりさん、今日もよろしくお願いしますね。はい。そして、てけてけさん。
こんばんは。あきらさん、皆さん、よろしくお願いいたします。今日も楽しくやっていきましょう。今日は満月パワー1日先取りして、50分からヒーリング開エネルギー、ダーンと、ガバチョーっと送りますので、よろしくお願いします。皆さん楽しみにしていてください。ね。すみません。はい、けいこさん、来た村長皆様こんばんは。月を見ながらよろしくお願い申し上げます。いや、いいね。月見ながら。もうじゃあ、ちょっと僕、どこに今月あるんだろう。ちょうどね、僕が夕方見たときは、ほんと目の前に見てたんですけど、その後ね、ビルの、前に立ってるビルの後ろに隠れちゃって、また散歩の時に見てましたけどね、今日は本当に綺麗なお月さんです。月も少なくてね、雪じゃないわ。雲が少なくて月が少なくてじゃない。月はありました。福前さん、こんばんは。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。ミキさん、アキラさん、こんばんは。よかった。お風呂上がったと、キャー見ちゃったみたいな状態でございますか。はい、早く涼んでいただきたいなと思います。よろしく、ミラクル。みやちゃん、アキラさん、皆さん、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。いや、こちらこそよろしくお願いします。皆さんね、くじけなさそうな人ばっかりですけど、本当はどうなんだろう。池さん、ケルさん、皆さんこんばんは。よろしくお願いします。いや、もうこちらこそよろしくお願いします。ヒーラリンさん、きれいこれ、なんか黄色のやつ。アキラさん、皆さんこんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。ランチさん、キラさん、いよいよ明日最終回。これ、NHK の朝ドラの話なんですけど、そうなのよ。なんかまだ、これで終わるの明日どうやって15分でこれ終わらせんのって感じの、なんか、なんですけど、意外と、これちょっとですね、もう泣きそう。私、月曜日泣いたわよ、月曜日。今週の月曜日泣いたわ。誰だったっけ、メガネかけたお姉さん。これも愛の人、誰やったけど、松坂慶子。もう松坂慶子が出てきた瞬間に涙流しちゃった、私。もうみんな死んじゃったんだ、みたいな感じになっちゃったんだけど、また生き返ってやってますが、すいません、見てる人しかわかりませんが、明日、いよいよ NHK 最終回です。皆さん、ね、頑張ってみましょう。ごめんなさい。かなくさん、私もはるちゃんも9時に1回来たとすいません。すいません。今日10時、自分でも忘れてましたから、自分でも9時にやりますとか言っていろんなところに告知してて、11時だったみたいな感じで書き換えましたか、すいません。私が悪いです。リエさんこんばんはです。こんばんは。最初から参加できる幸せ。嬉しい。ありがとう。50分からヒーリング会エネルギーも送ります。よろしくお願いします。はい。森の実777さん。あきらさん、皆さんこんばんは。こんばんは。くじけがちな私です。来た。楽しみです。よろしくお願いします。いや、こちらこそよろしくお願いします。いや、もちろん私もくじけることはあるわよ。はい。でもね、意外とね、なんか淡々とこの YouTube もそうですよね。なんか、また作んないととかって思いながらも、なんかこう、頑張って作れてます。なんかこう、これは結構人が見てくれたとかね、なんかそういう風になっちゃうと頑張れるんだよね、私。シスターラバハッちゃん、あきらさん、皆さんこんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。いつものメンバーが揃ってまいりました。よかった。今日ね、10時から9時、いつも9時からなのに、今日10時からにしてみたんですよ。誰も来なかったらどうしようかなと思ってたので、嬉しい限りでございます。はい。のんさん、こんばんは。片思いの子に、知人入れて3人でご飯行こうって LINE してみました。2時間経過中です。気長にお待ちます。そうですね。そうですね。そうですね。はい。すごいね。のんさんもくじけないね。素晴らしい。あんまりやりすぎると嫌われるからね。はい。待つこと大切です。はい。頑張ってください。応援してます。もうフィーリング海エネルギーを来るからそれを受けて、そして満月パワーでくるくるくるって、のんちゃん思ってた方が、のんさん思ってた方がいいよ。くる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 絶対くるくるくるってどこもご飯食べに行ってる姿とかもこう想像しちゃうといいわね。はい。マジックショップさん、あきらさん、皆さんこんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。はい。じゃん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 。じゃん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 。じゃん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 。皆さんありがとうございます。あちまにゃー、あきらちゃん、皆様こんばんは。満月イブですね。そうです。満月イブって言うと、なんかこう聞こえがいいわね。なんか私たちラブラブみたいな関係ないか。満月イブの夜、よろしくお願い。こちらこそよろしくお願いいたします。はい。じゃん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 。今日ね、皆さん、サニジアさんってご存知ですかね。ツインレイの
お二人で YouTube とかもやってて、すごく人気のある方なんですけど、その方たちとですね、この間コラボ映像を撮ってきたんですよ。で、ちょっとさっき、また来月に多分、お見せすることになると思いますが、それでさっき編集してたので、なんか面白かったなと思いながら見てたんですけど、はい、そのなんかノリのままで今始まってます。寺田ミクさん、キロさん、皆さんこんばんは、こんばんは。よろしくお願いします。山崎パンさん、こんばんは。久しぶりに来れたよかったわ。あなた、よく来てくださいました。今日はね、10時にしてみた。みんな10時どうだろう？ 9 時と10時どっちがいいとかあるから。はい。聞いたからって別にそれで帰れるかどうかわかんないけど、お聞かせください。でも10時の方がいいかな。ね、みんなゆっくりできるもんね。日暮さん、こんばんは。よろしくお願いします。これ漫画だったのになんか、すごいなんか色っぽい顔した方だな、日暮さんと思ったんですが、漫画でございました。はい。あ、エリコさん。あきらさん、皆さんこんばんは、こんばんは。月綺麗です。だよね。すっごい今日はね、雲がほとんどなくて綺麗です。来月、阿佐ヶ谷ジャズストリートに今年も出演でワクワク感謝です。素晴らしい。出てらっしゃるんで。阿佐ヶ谷のこのジャズストリートとかなんかすごいよね。なんかいっぱいのジャズバーとかそういうところで、こうイベントやって誰でも、どこでも行けるみたいなやつでしょ多分ね、昔かな。誰かに誘われて行ったことあるけども。楽しんでください。久米さん、以前はくじけるというかできないこととかうまくいかないことがあると自分ってダメだって思ってたけど、はい。あきらさんの動画見てると頑張ってる自分を責めることが少なくなり、やったそれでくじけることも減りました。嬉しい。こういうの嬉しいよね。私も役に立ってるってちょっと思える。いや、久米さん、ありがとうございます。本当そうなんですよ。あるわよね。こうやって、ね、ピンクと白の服着てさ、頑張ってるおばちゃんとか見るとさ、私も頑張ろうかなって思えるよね。いや、もうそれでいいんです。こんななんか、男か女かわかんない人が頑張ってるとかと思ってるだけでもいいんです。それで、私もちょっと頑張れないかなと思ってくれたら、それはそれでね、私の、望み通りでございます。ゆかこさん、あきらさん、皆さんこんばんは、ミラクルでいただきました。ありがとうございます。じゃん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 。はい、皆さんありがとうございます。はい、ということでですね、今日は、くじけない自分を作る方法ということで、見ていきたいと思います。皆さんはどうですか？くじけすね、さっき、久美さんは、もともとはくじけやすかったけども、でも、ちょっとアキルさんの動画を見て変わってきましたっていう風になってきています。まあ大体ね、人間っていうのはさ、長く生きてると、どんどんこう強くなるじゃないですか。ね、今度は、よし、今度は負けないぞ、みたいな感じになって強くなってくると、くじけるっていうことがなかなか少なくなってきた。あれ、私飛ばしてたわね。よしこさん、こんばんは。よろしくミラクル。あれ読んだかしら？私わかんなくなってきた。すいません。はい。で、そうなんです。で、くじけるっていうのはどういうこと？僕ね、くじけるっていう意識がないんです。やめようとか、もう面白くないなとか、これやっても無理かなとかって思ったりするとやめてるんだけど、くじけてるっていう、こう思いがそもそもないのね。なんか、もういいや、みたいな感じになっちゃってるから。そうそう、だからくじけるっていうなんか言葉も悪いのかもしれないけども、でもえなんかね、いいですよね。ちょっと今ね、読んじゃったのごめんなさい。これを読んでて、ラチさんが TikTok 動画でアキラさん出てきましたよ。ラジオのパーソナリティの方とかな。そんなの出てきた？なんだろう、それ。私、わかんない。そんなのやったかな？全然やってないですけど、もしかしたらラジオが作ってくれてるのかな？ちょっと後でチェックイッターとしたいと思います。ありがとうございます、ラチさん。報告。そうなんです。私、10月1日からですね、愛媛の南海放送というところのラジオでですね、アキラのキラキラトラベルという日曜日の6時40分から55分まで、日曜日の朝、6時40分から55分まで、爽やかな声で、皆さんにラジオの番組をお届けすることになりました。ということで、愛媛の方でない方はですね、ラジコで、多分海外からも、どこからでも聞けます。ちょっと500円ほど、
ね、追加料金というか払わないといけないんですが、ぜひそれで聞いていただきたいと思います。応援よろしくお願いします。なんかラジコでこう聞いてくれると、多分何人聞きに来たのかとかってわかるので、なんか、アキラさんすごいじゃんって言って思われるためにもですね、ぜひ皆さんラジコで聞いていただきたいと思います。そしてラジコで聞くとですね、放送された次の週までの1週間は、こうアーカイブみたいなのが残って、ずっとそれを聞いたりすることもできるんです。はい。僕のピアノの弾き語りの曲とかもですね、一応入れてくれるっていうことだったので、朝、日曜日の朝、夜でもいいんですけど、トークはかなり夜バージョンです。アキラさん、日曜日の爽やかな朝の番組なのに飲み会の話とかばっかりしてますね。あ、そうでしたーみたいな感じで、ちょっとこう、次回からですね、1ヶ月前後取っちゃうので、次回はですね、全然違う形にしたいと思います。1ヶ月目ちょっと緊張してるのと、なんかどんな番組にしたらいいかなっていろいろ考えながらやってたので、ちょっと違うかなって感じだったんですけど、はい、でも、いろいろね、話しますので、聞いていただきたいなと思います。みささん、こんばんミラクルいただきました。ありがとうございます。はい。じゃんじゃん。あ、みちみちさん、あきらさん、皆さんこんばんは。今日のお月様大きくて綺麗。そうなのよ。今日ね、満月イブなんだけど、綺麗だわよね。はい。このエネルギーをですね、皆さんに送りたいと思います。50分から楽しみにしててください。シンフンさん、これいいね。自分をご機嫌にすることを意識して気持ちが落ちたときは、とにかく自分をご機嫌にしています。あ、これね、素晴らしいことです。僕もね、もちろんくじけそうになる時があるわけですよ。なんかこんなことやっちゃったとか、どうしようと思う時ってね、誰でもあると思うんですけど、僕もこういう時は、もう本当に、僕の場合は映画とかテレビのこのワンシーンっていうのがあるんです。そのワンシーン、本当にね、時間で言うと15秒とかそんな感じなんだけども、もう、それを見ただけで話の内容とか全部覚えてるからさ、もう見始めた瞬間にぐわーって涙が出てきて感動したりとか、やったーとかって思うような感じ、なんか正義が勝つとかそんな感じね、その一瞬の場面を何回も何回も見るんです。何回も何回も。そうするとね、元気が出てくるんです。はい。そういうこともね、やるといいってことですね。いや、これはもう、シンフルさん最高です。はい。みんなはね、そうね、どうしてんだろうね、くじけそうになったとき。杉山さん、すごい日曜日の朝、ラジオによろしくお願いします。朝ね、早いので、そのラジコしか聞けないと思うけど、東京の人とかはね、でもいいと思います。千葉には日曜日の朝は前日の飲み会の余韻がちょうど、そうだね、まだ残ってたりすると、朝でもなんか楽しく聞けると思います。しゆさん、愛媛県民なのでラジオ楽しみです。私のご機嫌アイテムが、嬉しいですね。ありがとうございます。そう、愛媛の人ね、いいですね、ちょうどね。はい。ミキミキさん、くじけそうなことなんて山ほどあって、そうなの、あなた。その時は必死のパッチだからわからないけど、わかる。まあ、それだけね。でも、よくね、ピンチはチャンスって言いますけど、やっぱりその時にこう、よしって思った時のバカ力ってすごくない？火事場のバカ力っていうと、本当にね、バカ力って出るんだなと思う時あるんですけど、後々わかる私って負けず嫌いの、そうなの、この負けず嫌いっていうのも大切ですよね。そう、くじけないっていうのは負けず嫌いっていうのも大切だと思います。なんかそういう意味で、なんかこいつには負けたなとかって思う時があって、自分ダメだなと思う時って、この人が私を奮い立たせてくれてんだと思うと、なんかすごく嬉しく感じますよね。僕はね、そんな風に若い時は思えなかったけど、最近はちょっと最近でもそういう風にこいつはあって見返してやろうっていう人はちょっと減ってきたけど、でも大切ですよね。よしこさん、満月に向けて自分大好きワークしましょう。素敵。いいですね。今日は、50分からのヒーリング会エネルギーで、そういう、ヒーリング、お月様のエネルギーをですね、皆さんに送りたいと思うので、楽しみにしててください。さあ、では今日ですね、くじけない自分を作る方法ということなんですけど、これ、くじけちゃう自分っていうのはなぜできるのかっていうところを今日はね、見ていきたいと思うんです。そこがやっぱり肝心なんですよね。くじける自分っていうのを作っちゃうがあるわけですよ。はい。それをこれがいけないんだ。これをするからくじけちゃうんだっていうところが分かっていると、なかなかくじけないで頑張れるということですね。はい。その4つ、今日は、皆さんにお話ししていきたいと思います。そしてその4つの話を聞いてですね、私もそれわかるとかですね、私それやっちゃうわっていうのがあれば、ぜひ皆さん、チャットの方で書いていただきたいなと思うわけでございますが、
はい。あ、ミカさん、こんばんは。よろしく、ミラクル。さあ、それでは、くじけない自分を作ってしまう4つの、なんていうんですかね、原因というか、1つ目、完璧でなくていいということですね。あ、ごめん。言葉の言い方間違え。くじけない自分を作る方法。1つ目は、完璧でなくていい。と自分に言い聞かせることですね。これ僕はあんまり完璧求めないタイプなんですよ。そんなの無理だし、なんか結構こんな感じじゃないみたいな感じで生きてきてるタイプなので、あんまりこう、きっちりきっちりできる。でもそういう人いるじゃないですか。こう、資料とかもきっちりやるとか、なんか1から10まできっちりこう揃えておくないと10までいけないとかね。僕なんかこう、1から4までやって、ちょっと5、6めんどくさいから7でいいかなって言って結構やっちゃうタイプなんです。この方がいいってことです。くじける人っていうのはやっぱり完璧にね、やろうとする。でも完璧なんてありえないから、と思うことですね。いや、でも本当にそうなんだと思います。まあ、完璧に近いものを作れるかもしれないけど、完璧でなくていいってことですよね。なんか完璧にやっちゃおう。やりたいと思うと、どうしても自分をしんどくしたり、または完璧にすごくよくできてるのに、完璧を求めるがゆえに、99% のところでくじけてしまうということって結構人間ってあると思うんですよね。だから完璧になる必要ない。完璧でなくていい。っていうことを自分に言い聞かせること大切ですね。もし、私完璧を求めちゃうなとか、完璧でない自分をなんか批判しちゃってるなとか、ダメだなって思ってるっていう人がいたらですね、ぜひそういうふうに考えていただきたいなと思います。ミカさんは月様の怒り浴びてきました。いいわね。私もできることなら今行きたいなって感じですわ。はい。いました。杉山さん。完璧目指してるとかでもそうなのね。杉山さんもね、だから完璧目指さなくていいってことです。もう適当でいいってことです。はい。まあそういうふうにすると、なんか僕もそうじゃないですか。YouTube を始めようとした時にですね、結構反対の声が上がったわけですよ。なんかそんな、明らかに中途半端に始めたら、ちゃんと目的とかこういろいろこう決めてやらないと絶対失敗するよとかすっごく言われたので、どうしようと思ったんだけど、それができないんです、僕反対に完璧にこうきっちり決めて、で、この目的に向かってとかなんかできないんで、だからもういいかなと思って始めた。もう最初の頃はすごかったですよ、もちろん。私の YouTube の最初の頃なんて、もう今恥ずかしくて見せられない。今でも恥ずかしいけど、もう最初の頃なんでもっと恥ずかしくて見せられなかったからね。でも、それでもなんとかつなげてって続けてきて、はい、ここまで来てね、みんなとこうやって楽しくやってるわけじゃないですか。まあ、こういうふうにですね、完璧でなくてもなんとかなるものなんです。はい。ということをね、自分に言い聞かせるっていうこと大切ですね。よしこさん、ちょっと前まで完璧を目指してました。疲れるだけと分かって、なるほど、変えたってことかな。いや、でも本当そうなんです。結局ね、なんかなんていうかな、不安っていうのは自分で作っちゃうって、未来の不安とかね。あれってそういうものってさ、未来って起こってないから、本当は不安っていうのはまだ生まれてないんだけども、不安に思うってことは自分で全部作っていってるわけでしょ。これと一緒で、完璧を目指していく人っていうのは、どんどん自分で不安とか、ダメだなとかっていう思いをこう作る材料を作っていっちゃうってことですよね。だから疲れちゃったりするわけです。だから完璧を求めるのはやめようってことですね。池広さん、完璧求めると時間ばかり過ぎてしまう。そうなんです。僕はよく、なんか飛行機とか乗ってるとさ、ビジネスマンの人かなんかが資料をわーって作ってさ、僕も昔国際線のスチュワーデスやってたじゃないですか。そうすると、例えば8時間のフライト中、ずーっとずーっと作ってんの。なんか、ブラッシュアップかなんかしてんだけどね、自分の資料を。何してんだろ、この人。もうちょっとゆっくりしたらいいのにと思って。時間の無駄って感じるようになってきました。そうなんですよ。また。そうなんですよ。はい。ミキミキさん、求めすぎないのがいいね。そうなんです。求めすぎちゃうとね、どんどんしんどくなっちゃうし、まあこういう人っていうのは特にさ、気をつけないといけないのは自分に対してもなんだけど、周りの人に対しても求めすぎちゃうからね、やっぱりあまり良くないっていうことですよね。はい。ミカさん、
聞き逃したと思ったら、ライブ始まったので嬉しくてびっくりです。よかった。今日はね、9時じゃなくて10時から始めたの。そう、10時と9時どっちにしようかなって考えながらやってるので、とりあえず、ちょっとこれから10時になりますので、皆さんお気をつけてください。お気をつけ、すいません。はい、まゆさん、あきらさん、皆さんこんばんは。よろしくお願いします。はい。そう、だから、くじけない自分を作る方法の秘訣として4つ今日はご紹介していきたいなと思うんですが、1つ目はその完璧でなくていい。完璧を目指さないということですよね。はい。そして2つ目。2つ目は人と比べないってことですね。だってさ、私なんか未だに YouTube とかも、なんかね、すごくプロの、なんていうんですか、編集の人とかにきっちりやってもらってる人とかさ、見たりしたらさ、うわ、なんか私は、これでいいなって思って僕は思うんです。そういうのを思い始めたらさ、いっぱいあるわけじゃん。で人と比べるとさ、自分ってダメだなとか、なんかもうなんでこんなことできないんだろうって思っちゃうでしょ。これもくじける自分になっちゃう。結局自分自身を批判してしまったり、自分ってダメだなと思ってしまうことがダメなわけなんで、だから僕はもう本当に人と比べない、これは私のやり方でいいかなみたいな。はい、周りの人がどう思ってるかなとかっていうのもさ、あきらくんの編集、面白いなとかって思いながらね、ありがとうございます、ありがとうございますって受け取ってる。それでいいっていうことですね。まあ、これ、人と比べないイコール自分と比べ、自分らしくでいるってことですね。そう、なんかくじけたりする人っていうのは、結局、自分らしくなれてないんですよ。さっきの、なんだ、プレゼンテーションの資料をね、すっごいきっちりもうやるっていう人、まあね、すごくプレゼンテーションがきっちりできてるとさ、この人仕事できる人だっていう、なんかそんなわけわかんない、ところでなんていうの、批評される、なんか世界の習わしみたいなのがあるじゃないですか。だからこそみんなさ、すっごい必死にさ、ここの色はとか、ここの列のフォントの文字の大きさはとかさ、そんなのどうでもいいじゃんってちょっと思ったりするんだけども、まあそういうものになってるってことですね。でもそれは結局、こうしないといけないとか、こうするといいと思われるとか、まあもちろんありますよ。ここに赤を入れるとみんなが見てくれるから、特にみんなが覚えてくれるとかね。もちろんそういうのを考えないといけないんでしょうけど、でもこのフォントの大きさがあと何ミリどうのこうのとかね、ここに間がどうのまあもちろんそれも大切なんでしょうけど、そういうものよりも自分らしくでいいわけですよ。ね、簡単なものであっても、簡単なシンプルなものであっても、それが自分らしくて、結局分かればいいわけですからね、分かりやすくっていうことなんですね。でもそういうふうにしちゃうと、人っていうのはしくじりやすくなってくる。やっぱり人と比べるっていうことを、あまりしない方がいいということですね。これは結構皆さんやっちゃうと思います。でね、この比べるっていうことなんですけども、結局僕たちっていうのは、自分のために生きてるわけですね。自分の魂っていうのは自分の魂が経験したいこと、自分のやりたいことをこの世界というか、見えてる世界でですね、実現していくっていうためにやっているわけですね。そこで、周りがこれを求めてるからとか、周りがこうしてるからとか、こうしないといけないからっていうのにがんじがらめになってくると、これが自分の行きたい方向に行けなくなっちゃうし、もちろんね。そして、そうするとどんどん何が起こるかっていうと、この自分らしく入れないとですね、皆さんも経験あると思うんですけど、何が起こるかっていうと、辛くなってくるんです。あるでしょ、経験。なんかね、自分はこうしたいのよ。でも、みんなはこうしてるし、親にもこうしろって言われてる。ね。で、もちろんそっちでも生きていけるのよ。それで、なんか問題なくもいけるんだけども、でもやっぱこっちなんだよね。そうするとさ、こっちからずれてるこの自分ってさ、全然楽しくないしさ、全然なんか頑張る気にもなれないよね。そういう時、そうなってくると、くじけちゃう自分になっちゃうってことなんですね。だからくじける時っていうのは結局、自分のやりたいことからちょっとずれてる時なんだっていう言い方もできるってことですね。僕は、例えばね、本当に結構飽き性だったり、こうテストの勉強とかも結構できなくて、資格取ろうとかと思っても続かなかったりするのよ。そういう時っていうのはやっぱりね、資格を
取るっていうことに、取った方がいいと思って、例えば英検とかね、英検、私11級持ってるんですけど、1級も欲しかったなとか思うけど、でもなんかそれを必要だと、心の底から思ってないわけですよね。だから続かない。でも、僕は本当に昔から、もう子供の頃から、幼稚園の頃からピアノが大好きだったんです。で、ピアノを勉強したい、習いたいって言って親に頼んでですね、親に、じゃあいいよって言って習いに行かしてもらえるんですけど、その時っていうのはもう本当に僕にピアノ練習しなさいって言ったことなかったのに、1日2、3時間練習してましたからね。最近ちょっと休んでますけど、はい。でも、まあそれが結局今も生きてて、たまにピアノの弾き語りをやったりとか、音楽を作ったりとかっていうことも今できるようになってるんですけど、やっぱこういうことなんだと思うんですよね。だから自分らしく、自分の行きたい方向に行くとくじけない。自分を作れるっていうことです。ね、皆さんどうですか？結局、ダメかなとか、ってなるっていうのは、その自分の、方法とか、自分の行きたい方向じゃないところに行こうとしてるとかっていうことが起こってるっていうことですよね。ヒーラーリンさん。3年前から見てますよ。昨日も元気が出るよと紹介してきました。これ何の話だろう。3年前から見てます。これ僕のあれかなわかんないわ。ありがとうございます。僕の YouTube のことかな。そうだよね。僕の YouTube3 年ぐらい前からありがとうございます。みそさん、英検準1級かっこいい。そうだ、ありがとうございます。そうなんですよ。英検準1級とりあえず取っといてよかったなと思ったんですけど、でもね、僕、基本は、面白いね。これも今の自分らしくでいいっていうことだと思うんですけど、世の中の人って、やっぱ不安になるから、いっぱい、資格を取る人いるじゃないですか。でもまあ、資格を取るのが好きだったら全然いいんですよ。そしてそれを活かしていったら全然もちろん必要なことだし、それはその人のやり方なんだと思うんですけど、僕は反対に資格を取るっていうことにあんまり興味なかったの、昔から。そして資格を取ろうと思って勉強しても、全然頭に入ってこなくて、全く試験で、いい点数が取れなくてですね、ダメだ。まあ、この準1級だけは行きましたけど、なんかそういうのって、結局僕って今、まあ、ね、例えば英検1級持ってないけども、バイリンガルの司会として仕事もさせてもらってるし、まあ通訳の仕事もやったこともありますしね、まあスチュワーデスの仕事やってた時もアメリカの航空会社だったので、まあ英語を第一ラングエージみたいな感じでずっと仕事もやってたんじゃないですか。僕ってなんか結局、資格いらないんだよね。このスピリチュアルカウンセリングもそうじゃないですか。別に資格性があるわけじゃないから、なんですよ。だから、その自分らしくでいいんです。これが、例えば、ね、資格持ってないとかって必死になっちゃったりすると、自分自身もしんどくなってくるし、もちろんそれでやろうと思うと、もう楽しくなくて辛すぎて、続かない自分、くじける自分を作っちゃうということなんですよね。はい。ですから、くじけない自分を作る方法。二つ目が、自分らしくでいい。人と比べないっていうことですね。カカさん、こんばんは。デコちゃんもこんばんは。よろしくミラクル。ユンユンさんもこんばんは。キラさん。っていうことで。ごめん。ゲップ出ちゃったが、よろしくお願いします。ゆかりさん。私もマイペースで、私は私、完璧も求めない方が私らしくスマイルです。いい感じ。それでいいと思います。ゆかりさん。はい。みんな気づいてくれてるかしら。実はちょっと、いきなりなんですかね、急に言いたくなったんですけど、今ね、本気で、ちょっと太り始めてたんですよ。なんか夜中飲んで帰ってきて、12時からラーメン食べたりとか、パスタ食べたりとかしてたら、どんどん太ってって、この間ね、なんか、この映像に映ってる自分の顔が、今日デブって思った時があったのね。やべえみたいな感じになって、本当に今、究極の、前、2ヶ月で12キロ痩せた時の同じ方法で、実はダイエット始めてるんです。でまだね、1週間ぐらいなんだけど、もうね、すでに4キロぐらい減ってるの。やったーみたいな。デブの時って痩せやすかったりするじゃないですか。これが最初はパターンと落ちるんですけど、どんどん落ちづらくなっていって、少しずつなっていくんですが、もう朝、
体重計に乗るのが楽しみで楽しみで、朝ってやっぱり、体重が減ってるんですよ。そこから物飲んだり食べたりするとまた増えてくるからさ、食べたものがね。はい。なので皆さんこれから続けてやりますので、痩せていく、ダイエットしていく。私もこれくじけないから。はい、頑張ります。そして、モテるアキラを作るために頑張りたいと思います。マジックショップさん。最近仕事面で私の望む望む方向へ少しずつ、舵を切り始めてて、だんだん仕事が楽しくなってます。あ、いいじゃん。まさにさっきのね、自分らしくでいいってことですよね。ここ最近よくツインレイの誕生日ナンバーを見ることが多くなって嬉しい。宇宙や天とつながってるなと感じてます。あ、もうそういうの嬉しいよね。これいいですよね。なんかシンクロニシティが起こってる時とかっていうのは、ゾロ目を見るとかね、そういう時っていうのは宇宙とつながってるってこと強くつながってるってことなので、そういうものっていうのは結構くじけそうになってる、自分とかを宇宙とか、守護霊さんとか、亡くなったおじいちゃんおばあちゃんとかね、ご先祖様とか、そういう人が応援してくれてたりする時だったりするんですよね。だからそういう、シンクロニシティとか見たら、ありがとうねとかって言って、やったーとかって思ってると本当にいいってことですよね。はい。まゆさん、わかります。他人軸になりがちで結果苦しくなります。そうなんですね。自分らしくでいいんです。はい。周りの人が何と思うが、何と言われようが、自分らしくでいいんです。そう。結局ね、なんか世の中って面白くて、いつも言ってますが、僕もこの白いメガネをかけたときに、すごいうさんくさいってめちゃくちゃ言われたんです。何それとかすごい言われたのね。あきらくんまたなんか始めちゃったのねみたいな感じだったんですけど、最初はね、すごく動画とかでもうさんくさいとかめちゃくちゃ言われたのに、もう今全然言われなくなっちゃったからね。はい。なんだったら今、あきらくんこの白いメガネいいよねとか、白いメガネかけてないとあきらくんじゃないみたいな感じで言われるようになってましたね。人って慣れもあるんでしょうけどね。そんなもんなんですよ。だからあんまり人の意見とか聞く必要ないってことですね。はいはいって言って僕は結構聞き流してしまうところがありますが。ミカさん、空回りして川回りしてくじけてましたってことです。そうですね。はい。そう、くじけがちな人っていらっしゃいますよね。そういう人っていうのは、今日お話ししているような4つのことが、できてないかったりするわけなんですね。はい。だから気をつけてください。今のところ2つはお話ししますが、1つ目は完璧でなくていいということですね。そして、くじけない自分を作る方ね。そして、2つ目は人と比べない。自分らしくでいいっていうことですね。くんみさん、ありがとう。あきらさん、ダイエット応援します。ありがとうございます。モテる女の子になるわ。頑張ります。キーさん、KI さんかな。こんばんは。自分も50になり、本当にやりたいことは何なのか紙に書き出して頭を整理整頓しています。あ、これすごくいいと思います。そうなの。頭の中でずっとね、あれかな、あれかなって言ってる時って結構ね、まとまってなかったりするんですよね。だから紙に書き出して、やるといいですね。あとやっぱり、あれやってください。内観っていうやつですね。人間っていうのは頭と心で考えてるっていうんですね。ここは、魂というかそこなんですけども、結局、頭だけで考えてるとき、ああかな、ああかな、私は何したいんだろうって言うと、なんか、これやらないといけないとか、そういうものばっかりで考えるから、結局ダメだよね。本当ここ、自分のハート、魂、ここに何したいですかって、ここ内観する、見るっていうことが大切なんですね。そうすると、どん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 やりたいこと、本当のところが見る。さっきのあれと一緒だよね。本当に私、これやりたいんだなと思ってるけど、結局、それを頭で考えてることで、本当の魂はこっちだったっていうと、結局こっちだと思って言っても幸せじゃなかったり、結果が出なかったり、なんかおかしいなとかっていうことになるってことなんですね。はい、KI さん応援してます。はるかさん、人と比べて頑張ると焦りや無理が出ます。その割に成果がいまいちで比べないで頑張る人って成果を収めやすいっていうのを私と友達の間で知ったことがあります。私はいつもライバル視してたらしいけど、家庭なくて悔しかったらしいです。私はのほほんとして、そう、これがね、のほほんが結局自分らしくってことですよね。これいつも面白いね。長くなってくると私の顔が見えないんですけど、みんな見えてますかって。すいません、遊んじゃって。はい。でもそうなんです。結局、他人と比べて負けないようにっていうのはいいと思うけど、
こうしないといけないから、みんなに認められるようにってやっちゃうと、結局自分らしくなくなって、楽しくなくなってくる。なんか違うなと思い始めて、結局くじける自分になっちゃうということでね、気をつけてください。はい、つこまま。あきらさん、皆さんこんばんは。いや、よろしくお願いします。何があっても大丈夫。いいわね。チャンネル名。変えたのかしらこれ。はい、いいと思います。杉山さん、笑い、レンズ入ってない白いメガネには、ありがとうございます。そうです。これね、レンズ入ってるんです。私まだそんな目悪くないからね。はい、ありがとうございます。じゃあ、えつこママもありがとうございます。まいさん、あきらさんありがとうございます。これからしたいことしていこうと思ってます。白いメガネ似合ってますよ。素敵です。嬉しい。ありがとうございます。ふきちゃん、こんばんは。画面開いて寝るから構わないわよ。あなた、ちゃんとは画面開いてたら、ヒーリング会エネルギーを送れますので、50分からヒーリング会エネルギーを送れますので、楽しみにしててください。だけど、村長の顔が見る、あなたが書いたのに、吉本ちゃんも書いてやるって。すごいわ、もう嬉しいです。ありがとうございます。はい。そしてですね、くじけない自分を作る、方法。50分からヒーリング会エネルギーを送りますからね。あと10分頑張って話します。くじけない自分を作る方法、3つ目。3つ目は、何ちょっと待って。なんて書いたかわかんなくなっちゃった。やりたいことでない。言っちゃった。先に言っちゃった。そう、自分らしくでいいっていうのと、3つ目がですね、結局、自分の本当のやりたいことを分かってない。これ先に言っちゃったね。今言っちゃった。ね、だからやっぱりこの自分のハート、内観をきっちりするっていうことが大切ってことですね。頭で考えちゃう。ね、さっきの人も紙に書くってすごくいいことだと思うんですけど、その時に本当気をつけてください。自分の頭の中でこういうのやりたいね、あなたこういうの興味あるよねとかっていうのって、意外と、例えばよ、例題で言うと、自分が本当は赤色が大好きって思ってたとします。ね。だから私は赤色が好きだから赤を、やったらいいよねとかって思ってたとします。でもよーく考えると、本当は黄色が好きだったんだけど、親が、いや、あんた女の子だし赤がいいんじゃない？赤あんた似合ってるよ。赤って言ってる間に自分が赤が好きだって思って、本当に赤をずっと聞いて、まあそれはそれで合ってるんだけど、みたいなね。そういう人って結構いるわけです。そうすると、頭で考えてる自分は、私は赤が大好きなんだって言ってるんだけど、よーくこの辺に聞いたら、いや、あんた黄色好きだったじゃん。思い出してちょうだいっていう感じになってるっていうことですね。はい。ですから、この、やりたいことでない、本当の自分のやりたいことと、そうでない、思い込んでしまったやりたいことに行ってしまうとですね、なんとくじけちゃうってことです。はい。これも結構みんなやっちゃうと思いますよね。はい。ちょっと待ってね。杉山さん、楽しいと思うのは大事です。そうだよね。そう、楽しいと思ってるか思ってないかで、この自分がちゃんと合ってるのか合ってないかってね、みんなよく言いますよね。こう好きなことやってると、本当に時間過ぎるのも、忘れちゃうし、なんていうかな、努力とか辛いとか思わない。僕もこの YouTube とか作るの、うわー大変、めんどくさーとかって思う時もありますけど、でもやっぱり作ってこうやってみんながね、やってくれたり、こうやって、ライブに来てくれたりするとさ、嬉しいじゃん。それで、今日もよかった、楽しかった。まあ、これ終わったら、はい、乾杯とか言って飲むのがすごく楽しいわけですよ。そういうのがすごく大切ってことですよね。皆さん優しいね。ふきちゃんこんばんは。私も眠いて皆さん眠くなってきてます。そろそろいい感じに眠くなってるんじゃないですか。私、ヒーリングのエネルギーが強いので、私の話を聞いてると、みんななぜか眠くなっちゃうという。はい。そういう方は、ゆっくりアーカイブでまた元気な時に見ていただいて。まあでも眠い時っていうのは癒されてるってことなので、本当に寝ていただく。できればこの画面を開けたままでですね、寝てくださると、確実にヒーリング、回遊エネルギーも、いきますので、はい、そういうふうにしていただいたらいいなと思います。シーフさん、頭で考えないで直感で動くですね。そうですね。それも、だからこそみんなが大切だっていうところですよね。直感。はい、直感を、勉強したければ、私直感力を上げたいと思う方はですね、私の2冊目の本、直感ミラクルを読んでいただくか、今7ヶ月で、冷静開花の
クラス、講座っていうのをやってるんですけども、これもですね、結構たくさんの方が今受けてくださっててですね、やっぱりこれやっててよかった。やっぱみんなすごく変わっていくなっていうのを今実感しているところでございます。はい、7ヶ月の冷静開花。もう冷静開花っていう直感力を高めるだけじゃなくって、毎月僕とこう、やっぱりずっと、こうね、1対1でお話しすることで、本当にね、人って変わっていくんだよね。考え方とか、なんかエネルギーとか。それが僕も嬉しいし、面白くて、はい。だからもう多くの人に受けていただきたいと思ってますので、はい。よかったら皆さん考えておいてください。はい。なるほど。いつかママは直感ばかりもそりゃそうですよ。いつかママも直感の人ですからね。はい。でも直感めちゃくちゃ大切ってことですよね。はい。もこもこさん、寝てたおはようございます。全然間に合ってございます。あと5分でヒーリング開運エネルギーを送りますので、はい。池平さん、何人かは開いたまま出る。その通りでございます。それでいいんですよ、皆さん。はい。はい。そして4つ目。くじけない自分を作るための4つ目の、方法。それはですね、自分の中で、なんていうかな、大変なこととか、ピンチだなとか、なんでこんな状態になるのっていう時ってありますよね。そういう時に、マジで、ピンチはチャンスなんです。本当に。これは宇宙からのメッセージなんです。ピンチ。なんかうまくいかないなっていう。だから、ピンチはチャンスだってやっぱり思わないといけないってことですよね。うん。で、あとは、それが、なんていうの、そこでどうしようとかなんでとか責めたりするのではなくて、じゃあ、どういうこと宇宙は何を言いたいのって、ちゃんと考えるといいっていうことですよね。はい。そうすると、なんていうのかな。そのくじけないで、原因とか、こうするといいんだっていうのを早く見つけられるってことですよ。そこにピンチはチャンスなんだ。じゃあ何なんだろうっていうのをできないと、もうなんていうの、もう私ついてないとかだけで終わっちゃうと、本当にずっと辛い時期が続いちゃうってことですね。でもピンチはチャンスだから、このピンチから、チャンスから何を得たらいいの、何を宇宙は言いたいんだろう、どこに私を連れて行きたいんだろうっていうのを前向きに動き始めると、なんと、この辛い時期が早く終わって、次の段階に行けるってことですよ。そうすると、くじけないで済むわけなんですね。僕もなんか今までいろんなやらかしたことあるんです。YouTube とかでも。はい。でもそれで、どうしようとかって思ったこともありますけど、なんか、よしよしよしって、その時その時必死でね、動いてましたが、やっぱりそれでなんとかなるさ、みたいな感じになるわけです。はい。そういうふうにですね、くじけない。なぜなら、ピンチはチャンスだという考え方を自分の中にしっかり持っておくということですよね。はい。ちょっと待って。ミキミキさん、風の吹くまま、気の向くままに最高。あったね、そんな曲がね。はい。そうなんです。まさにそうなんです。よしこさん、かろうじて起きてます。頑張って。ヒーリングまで頑張る。あともう少し、あと3分だから頑張ってちょうだい。皆さん、50分からヒーリング開演で。そして今日はですね、満月イブということで、このお月さんのエネルギーをですね、僕がこう受け取って、みんなにガボンと送りたいと思います。楽しみにしててください。今日も強烈なやつ行くから、期待と覚悟しててね。ユンユンさん、ピンチはチャンスだ。本当そうなんですね。僕も、スチュワーデスの仕事を急にね、コロナでクビになった時は辛かったですが、そう、今日もね、なんか考えてた。あの時はすごく辛かったなと思ったんですが、でもね、そのおかげでこうやって YouTube じゃあ始めようって感じで始めてですね、はい、こんな感じで今はみんなと楽しく過ごしてる。こんな姿なんて、その時は想像すらしなかったからね、そんなもんなんですよね。はい。マジックシャープさん、満月周辺になるとネガティブ思考。そうなんだ。やっぱりエネルギーの関係でそうなるのかもしれないですね。はい。でもそういう時はこう、リリースした方がいいね。ネガティブ思考とかネガティブなエネルギー自分で作っちゃってるなと思うときは、やっぱりこの自分のエネルギーの入れ替えっていうのをきっちりやらないといけないってことですね。もこもこさん、原因究明に努める。そうです。原因究明っていうか悪いとこがなんだではなくって、じゃあどこに行けばいい？何をすればいいんだろう？どこに行かせたいんだろうっていうことを、見ていくってことですね。そして行動するってことです。あら、残念。野良部さん、曇ってて満月見れない。そうなの。私の方、すごい雲が
全然なくて、超綺麗に見えてたよ、今日。はい。残念。またちょっと時間経つと変わるかもね。はい。マジックシャープさん。満月周辺はネガティブ思考も強くなるけど、ミラクル遭遇率も高まって、体の浄化も強く体感。そうですよね。本当に、満月の時ってエネルギー強くなってるから、いろんなこと起こったり、いろんなミラクルが起こったり、僕もありました。今日とか、もうなんかすごく嬉しいメールが来たりとか、はい、あったんですよ。やっぱり、そういうのも。で、またそういう時にみんな動かないとダメね。僕昨日もやりました。実はですね、ある、YouTube 番組に出たいなと思ってる、最近気になってるチャンネルがありまして、昨日そこにメールを送った、自分で。ここのゲストに私を出してくださいって言って、はい、無視されるかもしれませんが、すっごい、海外のチャンネルなんです。皆さん楽しみにしててください。はい、全くどうなるかって。でももうそういうことですよ。これだってくじけない。ね、なんかダメでしか、もともとじゃないですか。ね、もう本当に、僕結構そういうとこあるかな。ダメ元で、ガンガンいかないけど、でもここどうしても出たいなとか、ここはいいなと思ってる人は結構、一回は言うかな。一回断られたらもうちょっともういいかなとかって、もう縁がなかったのかなと思ったりしますけど、はい、そういうの大切ですよね。はかさん、昨日適当に出てどうするのか、その都度浮かんだままに行動して最後にたどり着いたので、ちょっと自分へのご褒美のすき焼き天ぷら定食だとめっちゃええやん。直感に従うべきですよ。確かにそうでございます。直感でこれ、にたどり着けたらいいよね。杉山さん、私に何を気づかせようとしてるのかなと思うのに、ある程度年齢を重ねてからできる。ああ、それもあるね。子供の頃はね、なかなかそういうの、若い時はね、しにくいから。ここ池さん、ヒーリング間に合った。もうよかった。あきらさん、皆さんこんばんは。後でアーカイブ。かしこまり、すき焼き、天ぷら定食、ふきちゃんが言っております。マジックショップさん、私もあきらさんの配信聞いてて眠気で一緒の元気エネルギーを受け取って不思議な感覚です。ネガティブ思考のリリースもうまくできるようになれた。なるほど。はい。ね。練習が大切ですね。はい。新月の時が辛かった。ああね。ありますね。新月が弱いとか、フルムーンの時にかなり来ちゃうっていう人もいますが。はい。ということで、今日はですね、くじけない自分を作る方法ということで、4つのことをご紹介してきました。ぜひですね、ちょっと私くじけるの多いなとか、なかなか続けられないなっていう人は、この辺のあたりをですね、見ていただいたらいいと思いますので、ぜひやってみてください。その4つなんだったって言うとちょっと長くなっちゃいますが、アーカイブとかでちょっと、チュブル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 とかちょっと早送りをしていただいて見ていただければいいかなと思います。はい、よろしくお願いします。ゆかりさんありがとう。あきらさん素敵な人を応援します。ありがとうございます。ということで、お待たせいたしました。50分になったので、ヒーリング会エネルギー、そして今日はですね、中秋の名月の満月パワーイブを送りたいと、満月イブパワーを送っていきたいと思います。もうね、かなり大きくなってるので、はい、本当は明日のね、夕方ぐらいみたいなんですが、そのエネルギーも含めてですね、皆さんに送っていきたいと思います。ちょっとお湯飲んでいい？はい。そしてこの画面の前にですね、ペットボトルに入れたお水とかお茶とかコーヒーとかを用意しておいていただくと、そこに波動が移って波動水というのができます。で、今受けていただいたこのエネルギーを自分に入れるので、元気いっぱいになるんですが、明日とか明後日とかね、そういう時に、元気欲しいなと思った時は、それでコーヒー飲んでもいいし、そのまま飲んでもいいしですね、はい、やっていただければいいかなと思います。そして、この体全体で受けるイメージを持ってください。そうすると、皮膚がピクピクざわざわしたりですね、体の柔らかいところが痒くなったり、熱くなったり冷たくなったりという感覚も来たりします。これ全く感じなかったとしてもエネルギーを受けてるんですが、何これなんかここ感じるっていうのも感じれるようになるとですね、これが 2回目、3回目とかになってくると、どんどん大きくしっかり感じれるようになったりするわけなんですね。こういうようにスピリチュアルって見えない世界なんですけども、そのエネルギーを感じれるようになると、やっぱり人っていうのはどんどん変わっていったり、考え方も変わっていくっていうことですよね。はい。ですから、そんな感じでやっていただきたいと思います。皆さんありがとうございます。口切れないようにお願いします。かしこまりました。はい。それでは、始めていきたいと思います。よろしくお願いします。まず、左手からですね、ヒーリングエネルギーを皆さんに送り始めています。このヒーリングエネルギー、皆さん、お茶とかお湯とかあったら飲んでからやってくださいね。
はい、ヒーリングエネルギーを皆さんに送っています。このヒーリングエネルギーっていうのはですね、皆さんの体の調子の悪いところ、そんなところのエネルギーを癒してくれたり、心が傷ついている人、そんな方のですね、心を癒してくれたり、またはトラウマを持ってですね、辛い思いをしたことがある、そんな記憶すらもですね、癒してくれるエネルギーです。今、ヒーリングエネルギーを皆さんにどんどん送っています。そしてですね、こちら、右手からは、開運エネルギーを送っています。この開運エネルギーというのは、僕の強いエネルギーを送ってですね、やっぱりこの人のエネルギーっていうんですかね、波動のいいエネルギー。そういうものを、受けると、やっぱり自分にも影響してくるんですね。この開運エネルギーっていうのは、何かいいことが起こるんじゃないか、そんな風な思いになって、本当に起こってくるとかですね。または自分がなかなか前に進めない、そんな人の背中をポンと押してくれるようなエネルギーです。今、ヒーリング、開運エネルギーをどんどん皆さんに送っています。そしてですね、今日は、中秋の名月、満月イブでございます。もうね、先ほど僕も見てきましたが、大きなお月さん、綺麗なお月さんになっていました。そのお月さんからですね、エネルギーを僕に一旦落として、そして皆さんにも送り始めています。さあ、今、ヒーリング界エネルギー、そして満月のエネルギーをどんどん皆さんに送っています。このエネルギーを、体全体で受けてみてください。それでは、このエネルギーを体の中に取り入れていこうと思います。まず、鼻からゆっくり息を吸うと、喉、胸、お腹のあたりがどんどん熱くなってくるのがわかります。そして、口から吐き出すときは、あなたのいらないエネルギー、いらない思い入れや、体の疲れ、痛いところがあれば、そのエネルギーなども口から出て地球に帰るところを想像してください。もう一度鼻からゆっくり息を吸うと、体がどんどん熱くなってくるのがわかります。そして口からゆっくり吐き出すときはあなたのいらないエネルギーをどんどん吐き出してください。もう一度、鼻からゆっくり息を吸うと、頭の先から足の先まで熱くなってくるのがわかります。そして、口からゆっくり吐き出し、最後の最後まで吐き出したと思ったら、普通の呼吸に戻してください。引き続き、ヒーリング、開エネルギー、そして満月パワーを皆さんに今送っています。このエネルギーをこのようにどんどん受けていると、自分の中のエネルギーがいっぱいになり、自分から溢れ出てくるヒーリング、開エネルギー、そして満月エネルギーを感じ取ることができます。それではこの自分から溢れ出ているエネルギーをあなたの愛する人、家族や友人、職場の人などで応援したい人、元気になってほしい人、そんな人に投げかけてあげてください。そうするとあなたの愛する人はどんどん笑顔になり、そして元気いっぱいになっていくのが見えてきます。この溢れ出ているエネルギーを今度は自分の体の調子の悪いところがあればそこに波動水を作っている人、波動水に、そしてブレスレットなどエネルギーを注入したいものがある人はそこにもエネルギーを投げかけてください。このように自分を中心として、多くの角度でいろんなところにエネルギーを投げかけることで、あなたのエネルギーは大きくなり、そして強く前に進む、そんなエネルギーと変わっていってくれます。今日は満月イブですが、満月のこのエネルギーをどんどん皆さんに送っています。
満月というのは自分に今どんどんエネルギーが強くなり、あなたのことを後押ししてくれる、そんなエネルギーがあなたに来ていることを感じてください。明日の本当の満月の時間までに自分がやりたいこと、自分が進みたい方向、そんな方向にですね、少しでも行動を起こす、インターネットで調べる、誰かにメールを送る、そんなことでも構いません。この満月のエネルギーに乗っていく、宇宙のエネルギーに乗っていく、そんな行動を明日までにしてみてください。今日も楽しい時間をありがとうございました。満月パワーいっぱいでですね、送っているこのエネルギーを皆さんと共有できたこと、そして今皆さんのエネルギーも返ってきてですね、どんどん強いエネルギーになっています。皆さんにも楽しく、そして有意義な満月の日と明日なりますようにお祈りして終わりたいと思います。ありがとうございます。さあ、いかがでしたか？ちょっとね、強めのエネルギーを送ってるので、もし頭が痛くなってる人がいたらお水を飲んで、お水飲むといいですよ。お湯でもいいですけど。はい。そしてゆっくり深呼吸を2回ぐらいするとエネルギー落ち着きますので、頭痛い人はやってみてください。いいですね。杉山さん、ありがとうございます。ベランダに出てお月様を見ながら携帯もと、いいですね。ダブルパワーありがとうございます。こちらこそありがとう。はい。次は13夜。いいですね。10月だったかな ?11 月、どっちだったかな ?10 月かな。はい。楽しみですね。はい。みきみきさん、月に帰ります。ありがとう、月に。かぐや姫だったのね。みきみきさん。はい。ミカさん、ピンチはチャンス、ミラクルラブ、ありがとうございます。はい、みちみさんもありがとうございます。池井戸さんもありがとう。マジックショップさんも受け取りました。ということで、ありがとうございます。クミさん、ポカポカになりました。言ってますね。ありがとうございます。はい。AI さんかな、体が熱くなりました。言ってますね。そう、それでいいんです。はい。そうすると、自分の中にエネルギーが来てるなっていうのを感じることができるじゃないですか。やっぱりね、スピリチュアルの世界っていうのも、本当にそんなのあるの？何言ってんのっていうふうになっちゃうと、なかなかエネルギーって動かないんですよね。はい。だから、熱くなってるじゃん、来たって思ってるといいってことです。ヒーラーニーさん、ミルクパワーヒーリングありがとう。こちらこそありがとうございます。はい。ののみさんもありがとう。モリのみさんもありがとうございます。そしてありがとうございます。受け取りました。ドンピシャでくじけてる。ここ池さん頑張れ。しゅんさんもありがとうございます。福山さんもいつもありがとう。熱い言ってますね。はい。吉川さんもありがとう。ヒーリングまで頑張れて、頑張れてよかったわ。ケイさんありがとう。こちらこそありがとうございます。ショートケーキさんかわいい。ありがとうございます。エネルギーありがとう。くよくよ失礼しましただけでした。足も頑張れそうです。おつくさんは大阪は曇りですが20時頃少しだけ、そう、明日が本番だからね、もう一回明日見てみてください。金木さん眠い、でも体はいい感じです。よかったです。ありがとう。みそさんもありがとうございました。癒されて眠です。寝てください。まいさんすごいパワーありがとう。やったね。はい。ミラクルラブいただきました。ミキミキさんありがとう。そしてはるかさんも、起きてた。はい。のりさんもありがとうございます。ということで、今日も皆さんに愛をお届けして終わりたいと思います。みんなの幸せになって、ミラクルラブ届いたかしらということで、ありがとうございました。もうこうやってね、ここのいつも大きな声をかけると、足元で寝てる2匹目の犬がね、興奮して、ほら、もうちょっとしたら吠えそうですが、この辺で今日も終わりたいと思います。はい。ありがとうございました。ミラクルラブいただきました。はるかさん、シスタのばあちゃん、なんとか起きれてよかった。ほら、私のために。すごいことになって。はい。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。おやすみなさい。愛してるよー。